さあ、VR の話も盛り上がってましたけれども、それではじゃあ尾形さんから新しいちょっと最新の Tips と VR の話をちょっとお伺いしたいと思います。じゃあ画面切り替えます。はい。早速、なんだっけ、何映像ってなんだっけ、これ。イクイレクタンギュラーですね。はい、じゃあ今日覚えて帰りましょう。はい、レクタンギュラーは四角い。そうですね、四角、レクタンギュラー。イクイはよくわかんない。イクイよくわかんないっていうことです。こういう状態のことをイクイレクタンギュラーって言うんですけど、これシータで撮った映像ですね。シータ、はい。こんな感じになっていて、これはゴールデンゲートブリッジですね。ゴールデンゲートブリッジってこれね、おばちゃん撮ってきたの？ナブの帰りに行ってきました。ナブの帰りにゴールデンゲート、遠いよ、サンフランシスコや。はい。で、今回紹介するのはメトルというスカイボックスというシリーズのプラグインなんですけども、まずメトル何が出てるかっていうと、VR プレイヤーっていうのが出てます。で、他に、アフターエフェクツとプレミアプロのプラグインという形でスカイボックスの、ビューアーコンバーターとか、結構出てますよね、スカイボックスはね。そうですね、いろいろと出てます。で、先にVR プレイヤーの方をちょっと紹介したいなと思ったんですけど、ちょっとMacBook では紹介できないのでちょっとお言葉だけなんですが、やっぱりプレミアで編集して、先ほどみたいに編集した状態のまま、オキュラスとかそういった VR のヘッドセットで見たいっていうのはあると思うんですね。そういった時に VR プレイヤーっていうのを使うと、プレミア上でこのイクイレクタンギュラーの状態で編集してます。でも最終の状態ちょっとよく分かんないっていうところで、そのプレイヤーを経由させて、でパソコンにはオキュラスをつないでおく。今 Windows だけしかできないんですが、そうするとそのプレミアで今表示している部分をヘッドセットつけてこう見回すことができるので、リアルタイムで確認しながらできるということですね。はい、なので、本当に編集した状態で動くもそのまま見れるので、ちょっと重いんですけど、実際にカットが挟んだらどうなるのかとか、いろいろと VR ってやっぱ想像しにくいので、本当にヘッドセットをかぶって、確認をしないと、どういう状態になってるか。それヘッドセットしながら編集して、編集のためはどうするの？編集はできないです。だからできないよね。だからこう上げたり下げたりしてやるってことだ。一応なんか余談的には。いやだから VRUI ができればいいんですよね。そうですね。はい。ソフトとしては Windows でバーチャルデスクトップっていうアプリが例えばあって、それ被ると本当に VR 上にウィンドウ出てくるんですよ。マジですか。そう、それで意外とできるので、頭近づければ文字の拡大もできるんで。なるほど。今ちょっと解像度が低いので若干ずっとつけられるかつけられないですけど、理想の形としてはそういうこともあり得るのかなっていうのはあります。泥棒入っても分かんないですよね。ちなみに大和さんのところにオキュラスあるんですか？オキュラスはまだDK ですね。DK 注文はしてるんですけどまだ届いてないです。多分来月。そうですね。で、ちょっと話がそれてしまったんですけども、スカイボックスの簡単な説明っていうところで、まずいろいろとあるんですけども、VR のカメラの問題点として根元が映るっていうのがありますよね。根元映っちゃいますね。で今これシータなんで手で持ってます。で、手がバッチリ映っちゃってますね。でこれをVR の見た時に下を向くとなんかだけのわかんない手の大きいものがよくロゴとか隠しますよね。そうです。例えばじゃあそのロゴを置こうっていう時にもう下のところってこんなグニャンって歪んだ状態なんでとてもロゴとか置けないんですね。なので一回戻す。で戻し方もいろいろあります。でスカイボックスが例えば提案しているのはキューブマップに変えるっていうやつですね。インプットをイクイレクタンギュラーにしていて、アウトプットをじゃあキューブマップでやるとサイコロを開いたみたいなこういう状態になるんですね。なのでじゃあ、今ちょうどいいロゴがないので、なんか丸いロゴよくありますね。丸いロゴを置きます。これは、ここの丸のそのいわゆるアスペクト比みたいっていうかその形は、ヘッドセットで見た時もこの丸になるんだ。そうです。これはその6面のカメラが置いたのと同じような状態だと思っていただければ分かりやすいかなと思います。じゃあここで配置するオブジェクトは、オキュラスとかで見てもその形は崩れないということ。そうです。ここ見ていただくと分かるんですけど、ほぼまっすぐになってます。実際には端のあれって歪んでるので、遠く見るとこんな風になってますけど、ほぼまっすぐになってるので横を見た時はちゃんと画角が歪んでないっていうのが分かると思います。なるほど。そうですね、サイコロですね。じゃあこれでロゴを置きましたっていうので、また形を戻したりする、作業が必要になってくるんですが、別に3D 文字とかを置いてもいいですし、3D 文字というかテキストレイヤーを置いたりですね。でいろいろと編集します。で、他にもですねエフェクトを載せたい時これも
結構問題になりますね。あれね、ちょうど継ぎ目がはい、出ちゃうよね。そうですね、うんブラをかけたいって言った時に、ブラのエフェクトをかけると継ぎ目がブラの継ぎ目出ちゃいますよね。この右端と左端のところですね、うんでおかしくなったりとか、そういったことがあるので、その辺をきちんとエフェクトかけてくれるっていうのがスカイボックスの中にも入ってます。今回ちょっと省略しますが、これで今キューブマップからイクイレクタンギュラーに戻しました。手が消えたね。そうですね。で下に、ちょっと出ちゃってますけど、こんな感じで消せましたっていうところで、もちろんこのまま、編集を終わりにしてもいいですし、カラコレをしたりとかで、最終的に、アフターエフェクツで、見たい場合、プレミアのその VR プレイヤーではリアルタイムで確認ができるんですけども、アフターエフェクツで確認したい場合は、例えばこのビューアーっていうのがあります。スカイボックスビューアーっていうのを適用してあげて、A のカメラを作ってあげれば、これは3D のレイヤーになっているので、この辺にしますかね。この辺でこうアフターエフェクツのカメラで見回すことができると。一応、今はもう108なんで相当広角になっちゃってますけども、こんな感じで見回したりとか、確認ができると。実際には継ぎ目がこういうところでないかどうかっていうのを。隣に乗ってる人いないよね。隣には乗ってないですね。乗ってないんだ。はいでこんな感じで、アフターエフェクツとかプレミアで、VR の編集ができるというのがスカイボックスです。ちょっと本当はもっといろいろと紹介したいんですけども、急ぎ足になるので、この辺りにしておいてですね。たくさん出てますよね、スカイボックスから VR のね、ソリューションは。実際ね、いろいろと紹介したいのがありまして、またそのうちの一つにですね、プレミアのエクステンションとしてフレーム IO っていうのがあります。で、これAdobe のデモでもちょっと触れて紹介してはいて、すごい気になったので、ちょっとこれを、ご紹介できればと思ってますが、エクステンションパネルとして、今リリースされていて、いろいろとこういうプロジェクトの進行管理のソフトって多いですね。有名なのだとショットガンソフトウェアとか F トラックっていうのもあったりします。でこれはフレーム IO というもので、まだどっちかというとちょっと発展途上っていう感じのソフトウェアであるんですけども、かなりシンプルで要件を満たす素晴らしいソフトだなと思ってます。今表示しているのは、デモプロジェクトというか A スタディフレーム IO プロジェクトというプロジェクトの中で出てるんですけども、ここにアップされているファイルが表示されてます。これすべてクラウド上のやつでローカルにあるファイルではないですね。で、メディアブラウザーとかクリエイティブクラウドライブラリと同じようにインポートファイルしたりとか、そういったことができるようになってます。でこれらのファイルって自由にコメントができるんですね。今これ動画プレビューしてますって形で、こう下にコメントが載ってると思うんですけども、開いてみると、このショット2回見たみたいな感じだから他のアングルからできないかとか、そういうこのショットに関してのコメントがついてるんですね。でこれでじゃあ、対応するっていう感じで、対応して、ToDo みたいな感じで、はい終わったとか終わったみたいな感じで、そういう管理をすることもできます。なので、これ使うと本当にそういった修正対応とかそういった対応がすごいしやすいんじゃないかなと思ってます。素材管理としてもいいですね、これね。そうです。でこのコメントを、コメントをマーカーとしてインポートもできるので、オフラインで編集するときとか、オフラインというのはインターネットにつながってないときに編集するときとか、そういったときに、このマーカーを見てその修正の内容を見て修正対応したりとかすることができるようになってます。で面白いなと思うのは、できたらいいなができる、とりあえず備わってるっていう点ですごいいいなと思ったんですけども、どういうことかと言いますと、ちょっと他のシーケンスをじゃあこれ開きますね。これを開いた状態で、じゃあこれちょっと一旦プレビューとして出したいっていう時に、もちろんアップロードファイルズっていうのもあるんですけども、今のシーケンスを書き出すっていうのがあって、これをこう書き出すってやるとメディアエンコーダーが連携して立ち上がって、でそのメディアエンコーダーが書き出しを行う。で、ここに追加されアップされる。すごいねこれね。すごいですね。便利。でこれ例えば、ちょっと今メディアエンコーダー立ち上がってエンコーダーが始まりました。これに今表示されてますね。で、これがリンクされているシーケンスのマークです。じゃあこれを、例えばクライアントに投げて、コメントをしてもらうと。で今これ試しにこんな感じでコ
コメントしますね。からこれしたわやのプレビューですみたいな感じで、でこれをダウンロードコメントっていう形で、マーカーとして落としてきたりとかすると。でもう一つ面白いのがバージョン管理ができるようになってます。これ編集して色変えましたで、例えばテキスト載せてまた編集しましたってなると自動的にですねここにバージョンが載るんですね。 V2 って書いてある。 V2 っていうふうに書いてあるんですけども、例えば一旦閉じようかな。ウェブ上のインターフェースだとまたよりちょっといろいろとできることが増えたりするんですが、横に並べてそのバージョンを見比べたりとか、何が変わったのっていうのが分かんないことってあると思うんで、そういった感じで見比べたりとか、文字だけじゃなくてこの部分がどうにかしたいみたいな感じで、こんな感じで、絵を描いて、コメントするっていうこともできるようになってます。なのでいろいろと本当にこれができたらいいのになっていうのがそのまんまできるっていうのが、今開発途中ということで最低限の機能だとは思うんですけども、それがすでに載ってるっていう意味でなかなか今後期待ができる、ソフトかなというふうに思いました。かなり連携が強いのでプレミアと。これすごいですね。すごい。でもこれコメントもらう側のそのなんかリテラシーもちょっと求められますね。そうですね。これ見る人は受け手側は普通のブラウザで大丈夫ってことですよね。ブラウザで見れますね。でこれ先ほどアップロードした3つ目バージョン3ですね。1分前、4時間前っていう感じで、これでバージョンを見比べることができるので、ちょっとぜひ試してみてください。これいいですね。これプレミアのこういうパネルって実はHTML5 ページで開発できるんで、さっきみたいに直接書き込んだりというのができるんじゃないかなと思います。そうですね。本当に今はそれをお話ししようと思ったんですけど、最近の CC だとその HTML っていうのが解禁されても2バージョンぐらい目になると思うんですけど、本当にそういったウェブのインターフェースをそのまま持ってこれるっていうので、例えばAdobe ストックみたいなものもありますし、今後も多分いろいろと出てくるんじゃないかなというふうには思ってます。すごいね。すごいですね。ちょっと話は変わるんですけど、アフターエフェクツのプロダクトマネージャーが新しくなって、今回女性のビクトリア・ニースという人に変わったんですけど、その人が、ちょっとナブの後のパーティーで、講演をしてたんですけど、もともとモーショングラフィックスもやっていたし、プログラムも好きな人なんですね。で、その時に話してたのは本当にプログラムって大変なことが9割だけど1割ぐらいは魔法みたいなことができるっていうことを話していて、そういった人が今回アフターエフェクツのプロダクトマネージャーになっているというところで、なんかそういう自動化というか、そういったソフトウェアの力みたいなものを今後見せてくれると嬉しいなっていうのを思いつつ、ちょっと期待してはいます。ご期待ください。ご期待くださいということですね。で、今14分なので、少しアフターエフェクツの最新機能を使った作例というのをお見せできたらなと思っているんですけども、先ほど古田さんの方からお話があったシネマ 4D との連携、ご存知シネウェアというのが新しいバージョンになりました。シネウェアおよびシネマ 4D エクスポーターですね。で、今ですねこれは、ちょっとインターネットの会社さん向けに作っているものの一部分のカットになるんですけども、アフターエフェクツでまずトラッキングした映像ですね。こんな感じで携帯をいじってるやつなんですが、カメラトラッカーを使って、トラッキングしてます。ちょっとトラックを表示ですね。で、トラッキングした後に、3D のカメラを作って、ヌルを設置してます。ご存知だと思いますが、こんな感じで、トラッキングをしてますと。で、シネマ 4D エクスポートは何が変わったかと言いますと、じゃあまずここにじゃあこのポイントに 3D のテキストを作りますと。テキストを作りました。で、テキストちょっと小さいので、こうでかくしてあげますね。で、3D レイヤーなんですけども、塗る、今携帯の画面にぴったり向きを揃えた塗るにですね設置してあげて、ちょっと位置を調整しますかね。センターに置いて、でこんな感じで、3D 空間上にまず文字が置けました。
で、シマ 4D エクスポーターっていうのは、平面だったりとかカメラだったりライトだったりとかそういったものが今まで送れてたと思うんですけども、今回新しくテキストを送れるようになりました。でシネマ 4D エクスポーターっていうのを使って、例えばこんな感じで出すと、このテキストどうしますかというのが出てきます。エクストルードを押し出すか、テキストとして出すかですね。今回はエクストルードというのを選んで書き出してみます。で、書き出したファイルをシネマ 4D で開いてみますかね。ここに出したので、これ書き出しのファイル名も今回のバージョンからプロジェクト名、コンポジション名が入る、そうですね。よりなんかその元に戻すっていうことを意識した感じの作りになっているのかなと思ってます。で、こんな感じで、テキストレイヤーが、来ます。ちょっとあれですね、保存する前のバージョンが来てしまったのでちょっと古いやつが来ちゃってますが、こう出されてますね。センディングという文字でやった時の結果がこれですね。で実際にこういうふうに来てます。じゃあちょっと、これだけだと分かりにくいのでガイド用として、動画を下に敷いてみますね。動画を、シネマ 4D 読み込んで、背景に実際置くわけですね。載せますと。こんな感じで、背景が来ました。じゃあ、これにですね、なぜシネマ 4D を経由するかっていうと、テキストアニメーションとかそういった機能ってアフターエフェクスではできない動きとか、あとモーグラフを使っていろんな動き方っていうのが、作れるので、ここで試しにですね、このセンディングの文字を携帯からですねこう伸びていくような動きを作っていました。これ自体はまず角度がヌルで入っているのでY 軸だけを動かすことで、携帯からこうシュッと伸びていくような動きが作れています。でこれだけならアフターエフェクスでも作れます。これを破砕オブジェクトというのに入れて、例えばじゃあ、簡易デフォーマーというのを使いまして、文字がこういうふうに現れる動きを作っています。それ以外にも、ランダムエフェクターを使ってちょっと四方八方から入ってくるような動きですね。これアフターエフェクスのテキストアニメーターを使っている人だと、テキストのアニメーションいろんな動かし方をできるのをご存知だと思うんですけども、こういったランダムエフェクターみたいな四方八方から入ってくる動きとか、右から左側だけじゃない、すごく角度も入ったりとか、厚みを変えたりとか、そういった要素が入ってくるとアフターエフェクスだけではどうしてもできないんですね。なのでここでシネマ 4D を使って、そういったモーグラフとエフェクター、いろんなエフェクターを組み合わせて使っていくことで、より多彩な動きっていうのができます。で今これ背景に動画を表示しているのでちょっと表示が重かったんですけども、シネマ 4D なら 3D 上のプレビューであればすごく簡単に軽く動かせるので、背景をこういうふうに非表示にすれば実際の動きでリアルタイムの動きっていうのを確認できます。これにじゃあ例えばディレイエフェクターっていうのをかけることで文字がちょっとボヨンとする動きだったりとか、これをじゃあもっと大げさにしてみますか。こんな感じでビヨーンっていう感じの動きをつけたり。おしゃれね。こういうのはライトではできるんですか？ライトではモーグラフの機能が若干限られているので、同じようなことはできます。ただモーグラフのエフェクターっていうものが、数が少ないんですね。なので、これと全く同じものができるかというと、ちょっとできないんですけど、ただモーグラフの、エフェクター、簡易エフェクターとか、そういったものを使ってランダムで入ってきたりとか、スルッと入ってくるような動きとか、そういったことがランダムと破砕はついてますね。そうですね、つけることができます。他にも、じゃあせっかくなんでもう少しシネマ 4D らしいことっていうので、パーティクルですね。これは標準で入っている、エミッターというオブジェクトをつけて、これにですね物理のタグをつけてちょっと動かしてます。これあんまり物理的な動きって感じがしないと思うんですけども、試しに
パラメーターを、変えてみればこういうふうにちょっと上にグーンと上がっていくような動きだったりとか、泡みたいな、逆に、マイナスにすればポン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 とこういうふうに飛んでいくような動きですね。こんな感じの動きっていうのを作ってあげて、それタービュレンスとかも入っているので、乱気流みたいな感じの動き方を物理の計算と一緒にして作っていくことができます。でちょっとこれを戻して、じゃあ上にヒューンと上がっていく感じにしますかね。これで保存しますと。でアフターエフェクツの方に戻ってきて、実際には、トラッキング15というシネマ 4D のファイルなんで、これですね、これを読み込みますと。でご存知だと思いますが、もう本当にフッテージと同じように使えるので、先ほどのファイルがこんな感じで、動いてきますね。で一応このシネウェアというものもバージョンが新しくなっていまして、新しくレンダラーというのにですね、OpenGL というのが追加されました。で、これOpenGL で想像するほど、速くなるというわけではなくて、OpenGL のレンダラーをかますことで、透過とか影とかそういったものが簡易的な表示でも表示できるようになるというところが違いになっています。なので OpenGL にするとリアルタイムになるかというと、そういうわけではなくて、表示がシネマ 4D とより一致するというものだと思ってください。でこれをファイナル、ドラフト、ファイナルとかにすれば最終的な絵になります。ここではちょっとこの表示のまま載せた結果をですね見てみます。テキストをすごいね。でもね、もう言ってこいがね、こんなに簡単になっちゃうんだね。ちょっとモーションブラーをつけているので、今ちょっとプレビューが重たいんですけども、モーションブラー外してあげて、こんな感じで乗るようになってます。でシネウェアってもちろん聞かれること多いんですけど、どれぐらい使ってますかみたいな感じで、僕のシネマ 4D を使うケースの場合ってどうしても全て 3D のシーンを、出してでそれをコンポジットするっていう場合が多いんですね。もちろん実写に載せるっていうこともありますし、ただ実写に載せる場合も、もう実写も一緒に出してしまったりとかそういった場合も結構あります。なので、どういう時に役に立つかっていうのを考えた時に、一つは、シーンができました、アニメーションができましたっていう段階でアフターエフェクツに載せる、レンダリングをする前に載せてタイミングを確認したりとか、もうそこでちょっとカットを調整したりとか、文字とかタイトルを載せたりとかそういった調整をして、でじゃあこれで大丈夫っていうところで、同時にレンダリングをかけたりとかで、もう一つの使い方っていうのがこういった文字ですね。文字を出すっていうのはアフターエフェクツで使うっていうことも結構多いと思うんですけども、ケースとして単にテロップではなくてちょっと凝った文字を動かしたりとか 3D でちょっと輝きのある文字を出したりとか、そういった動かし方とかシェーディング、質感のところでこだわりたいときにシネマ 4D を挟む。でその挟むときにアフターエフェクツでまず文字を載せてしまう、フォントもそこで選ぶ、で実際に載せた状態を確認してからシネマ 4D のエクスポーターでシネマ 4D に飛ばして実際にメタルの質感をつけたりとか、モーグラフを使ってアニメーションをつけたりとか、それで仕上げたものをまたアフターエフェクツに戻す。そういう使い方であれば 3D のシーンも全部が 3D のシーン、フル HD4K だとレンダリング時間ってやっぱりどうしてもすごくかかるので、1台レンダリングするっていうのはなかなか非現実的なことも多いと思います。なので、そういったシーンの場合はもうチームレンダーなり、複数のマシンなりレンダーファームなりそういうのを使ってレンダリングして、1台でそういった文字のレンダリングを載せるとか、そういった用途であればシネウェアというのはもうかなり十分使えるものに仕上がってきてるなという印象、今回のアップデートで特にそういうふうに感じました。結構あれ実際にガンガンシネウェア使っていいって声してる？今まで使っている用途としては、はっきり言えば、シーンのプレビューですね。シーンのプレビューね。アニメーションを作成しました、でアフターエフェクツに載せます。その場合はその時はCG のアニメーションに対して文字とかを載せる必要があったんですね。説明というか説明的な文章を載せる必要があって、ただ CG の方もまだ作業
しているし、微調整をしているし、それを待つというわけにはいかないので C4D のファイルをもらって AE に載せて AE 上で文字をパッ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 と作っていってで 3D の方は 3D の方でその間に仕上げてレンダリングもしていくっていうような作業でした。なのでそういった使い方に関しては先ほどの前者ですね、前者の使い方に関してはこれまでもかなり使えるものであったし、後者に関しても文字のその 3D を載せるっていうワークフロー今回さらに強くなったのでより使えるものになったかなっていう感じがしてます。エレメントっていう選択肢もあるんですけどもエレメントのアニメーションってそんなにやっぱり強くないのでやっぱりモーグラフトを使ってより自由に動かしたりとかそういったことができるという点でやっぱちょっとより高度なことができるんじゃないかなというふうには思ってます。すごいね。本当はビデオコパイロットのセーバーも紹介したかったんですけど、ちょっともう時間がないので、セーバーはホームページ見てもらえればありますので。ということで小笠さん、小笠さんがこんなにこう縦板の水のようにして喋るのは久しぶりね。もう入る隙間が。でもね結構 3D と一緒にやる人増えてますから特にシネマ 4D すごいね今ね。なんでこういう連携を使って1枚上手な、そうですね、1枚上手なものを一つ、VR ネタで一つなんですけども、エキューレキタンギュラーの状態を CG で出すどうすんじゃっていう意見多分あると思うんですよ。僕も何度も聞かれたことあるんですけどシネマ 4D ユーザーの僕が答えられる意見としては今現状で書き出せるのは、よく簡単に書き出せるのは V-Ray か、オクターンレンダーですね。本当にオクターンレンダーも周りでもすごい聞くことが多くなっているので、オクターンレンダーを使ってもいいですし、V-Ray 使えば、スフェリカルの状態だったりとかエキューレキタンギュラーのその横伸ばしの状態っていうのは、一発で書き出せます。なのでそういったレンダラーを使えば、今のところはできますね。なるほど。小笠さん質問していいですか。はい、AE を使って、シネマ 4D で作った 3D のオブジェクトを VR の中に放り込むっていうのはできるんですか。AE で作った 3D の AE でさっきのイクイレクタンギュラーの VR のモードがありますと、でそこに 3D のオブジェクトを放り込むっていうのはいけるんですか。難しいね。さっきのオクターンレンダーとかで持っていって処理をすればいけるっていう、ね、それはもちろんできます。ちょっと簡単な方法っていうのは難しいかもしれないんですけども、取り急ぎの機能としては、例えばスカイボックスで一旦形を戻してで、やったりとか、もしくは、一応カメラ3D に対応しているので、スカイボックスのビューワーで立体の状態にしてその状態でちゃんと位置を合わせる。なるほど。でそれはそれで文字だけは、またそのイキューレキタンギュラーか、キューブボックスか形を戻して、イキューレキタンギュラーの状態で合成するといったことをすれば、合成することはできます。なるほど。これなんか別でやりましょうかね。結構これはなんかね VR みたいなやりましょう。ぜひねやりたいですね。VR スタディね。はい、VR スタディ第1回 VR スタディね、やろうね。もう僕もかなり VR ちょっと、興味津々ですから、本当に面白いと思います。ただ大変ですね。大変だよね。簡単にはいかないと思います。大変だと思います。はい、ということで小笠さんでした。どうもありがとうございました。